こんにちは。ヤムギャーの中村です。前回の続きですね。カンナの南京ガンナ刃を入れるところまでやったんですが、次、自分の好きな形に作るというところをやります。僕こういう形にしています。で、今回はここ R もきつくするので、もうちょっと全体的に細い形にしようかなと思っています。で、市販の南京ガンナってやたらごついんですよね。で、あれも多分ベースであって、あとは自分で好きな形にしてくださいという意味で多分ごつい形になってるんだと思います。なので、市販のカンナ南京ガンナ買ってきて、で自分で好きな削りやすいこういう形にまで落として使うっていうのもいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、では南京ガンナの形ですねの墨の方をつけていきます。で、僕はここ下がるようにしているのと、あとここですね。裏面は、真ん中の部分が盛り上がっていて、こっち側は落ちてると。ここですね。落ちてるというふうにしています。あと内側も、こっち側もちょっとカーブですね。あと、ここが意外と重要で、ここの握る部分っていうのは、ここの引っかかりが結構大事だなというふうに思っています。なので、その辺を、もう本当形は自由なので、好きな使いやすい形にしていただければと思います。まず横のここの部分ですね。ここはとりあえず刃の厚み、芯から 16.5 ずついったところ、16.5 と33ですね。はい。からこれから1センチさらに出たところにしたいと思います。で、ここと、上刃は0ですね。こっち側はフラットにします。平らにします。で、こっちの端の厚みが1センチにします。で、1センチにします。10ミリにします。で、この斜めの線を、これですね、刃の厚みから1センチ外側に行ったやつと上刃から1センチの線を結びます。こっち側もですね。はい。で、上の方は、上から1センチ下がったところ、こっちも1センチ下がったところにします。で、R で下がっていくと。芯をピークにして R で下がっていくような、こういう形にしたいと思います。で、あとこっち側もこういう感じですね。で、これ、両方同じ R につけるのって、こういうふうに差し金曲げながらやると難しいので、原寸図、半分の原寸図を作って、でそれを当ててコピーするということをしたいと思います。なので、ここにまず原寸書きます。で芯の分まであればいいので、今これ340にカットしてあるので、370ですね。芯です。でそこから厚みが34ミリ。34ミリ。で、芯から 16.5 いって1センチなので 26.5 ですね。このところが先ほどの下出っ張ってるところ、ここですね。これがこれになります。で、下の方はあと上から1センチいったところ、このカーブですね。で、こういう放物線は僕は差し金を使って描きます。どこか押さえてほしいところに軽くビスを打って、
でこういうふうに曲線を作ると。はい、で内側の方もちょっとこういうふうにギュッと曲げてあげたいので、これを丸ノコとジグソーでカットしてカンナで整えて、でここにコピーするということをやります。で外側のこれを丸ノコでカットします。でこの芯のところですね。はい、でこれで穴取りをしました。でこれをカンナで仕上げてあげます。はい、これで型の方ができました。これで型ができたので、これを先ほどのこれですね、これにコピーをします。これ刃の入る向き似てるので間違えないようにしてください。こっち側ですね。これで墨をつけます。でコピーをしました。でまずここの斜め取ってからですね、ここの斜めを丸ノコで一回取ってからここを取ってこっち側を取っていくということをやります。まずここですね、こっち側のこの面を取ります。墨から2ミリぐらい、2ミリですか、1ミリぐらい残して切ってます。この外側の R ですね。外側の R も丸ノコでいきます。で内側のこの R はジグソーじゃないと入らないのでジグソーでいきます。これで荒取りができました。こんな感じですね。でこれから、カンナでまたさらに仕上げていくと。上の方はひらがなで仕上げていきます。でここのきつい R はちょっと今持っている南京ガンナだと入らないので、そこだけのみでちょっと取ります。はい、今だいたい墨のとこまでいきました。あとはこの R ですね。
この辺の持ち手の角が立ってるところを整えていきたいと思います。全体的には結構丸い、この辺とかも丸い感じにしようかなと思っています。持った感じ、大体こんな感じでいいかなと思います。次ここ R にするんですけど、50パイにするので、こういう塩ビ管、これ50パイの塩ビ管なんですけど、これに合わせて、まず R、ここですね、削っていきたいと思います。で、ここ、細かに削って、あとまたペーパーで整えていきます。で、こういうふうに当ててみながら角度を調整していきます。じゃあこれであとペーパーでちょっと仕上げていきます。まず形の方が大体できました。あとちょっと使いながら調整していきたいと思うんですが、ここの刃の入れる続きですね。大体決まったので、それの方をまず刃を全部入れるところまで続きやりたいと思います。あとちょっとで出てくるんですが、刃口のところがちょっと今狭すぎるので、もうちょっと刃口を広げようと思います。
今刃が出ている状態です。刃口の隙間はこの光が漏れてるぐらい、これぐらいですね。ほんのわずかですけど開けてあります。これで一応使える状態ですね。はいです。いいですね。やっぱり R がきついのでその分きつく削れるし、いいなという感じがします。今試しに削ってみたところなんですけど、やっぱこういう風にカンナくずが詰まりやすいんですよね。なのでもうちょっと広げた方がいいかなと思います。とあとやっぱりこういう真ん中ばっかり削れてしまうので、その台が狂いやすいです。ここがこういう風にくぼんでくるので、だんだん使いにくくなってくるので、ここにやっぱり真鍮の板を、貼るということをやりたいと思います。最後にこの角の部分ですね、刃が入るこの角の部分と、あとここですね、ここもこのラインもうちょっと面取ってあげてください。じゃないとここからピッてかけたりとかするので、鋭利になってる角を少し面を取ってあげます。こことここを面を取りました。でこれで完成です。はい。あと削ってみた感じでなんか気になるところあれば調整していきたいと思います。南京ガンナこれで一旦完成ですね。あとここに真鍮入れるやつも、また別でやりたいと思います。はい。本当南京ガンナ楽しい道具なのでぜひ機会があったら作ってみていただければと思います。